皆さんこんにちは、ガジェログです。カシオの G-SHOCK シリーズであります G スクワットの DWH5600 というモデルが発表されましたので、スペック解説をしていきたいと思います。先日はより武骨でごっついモデルであります H2000 というものについて解説したんですが、今回はこの伝統的な DW シリーズのボディにスマートウォッチ機能も搭載してきています。このデザインっていうのは昔からありまして、本当に不変のかっこいいデザインになっています。では一体どんなモデルになっているのか、待望の DW シリーズですね、ご一緒に見ていきましょう。というわけで、カシオ公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。では主な特徴をざっと見ていきたいと思います。心拍数を中心としたアクティビティ計測とあります。本体裏面ですね、心拍計測用の光学式センサーを搭載していて、LED 光を照射して体内の血流量の変化を計測し、心拍数を測定することができますと。そして歩数計測が可能な加速度センサーも内蔵されています。つまりスマートウォッチとしての基本機能がですね、しっかり入っているわけです。また加速度センサーで計測した距離をスマートフォンの GPS 機能で補正し、より高精度な距離計測を実現しますとあります。ペアリングしてあればですね、この計測したデータをスマートフォンの GPS 機能で補正して正確な距離を割り出してくれるということになります。そしてアクティビティを妨げないとありますコンフォートサイズの角型デザインということで、 G-SHOCK 初号機から続くアイコニックな角型デザイン、小型電池薄型液晶の採用により光学式センサーを搭載しながら装着性の高いサイズ感に仕上げました。やっぱりですね、このデザインもおそらく多くの方に見られたことあると思いますけど、本当に伝統的っていうかね、 G-SHOCK って言ったらこのデザインだなっていうふうに個人的には思っています。そして薄型液晶ということですが、通常の液晶パネルではなく MIP というね、メモリーインピクセルなっていまして、めちゃめちゃ視認性の高い液晶パネルが使われています。そして人も自然も健康的に環境に優しいエコ素材とありますが、ケース、ベゼル、バンドなどの主な樹脂パーツへのバイオマスプラスチックを採用しているということですね。そしてケースにはバイオマスベースのカーボンファイバー強化樹脂を初採用しているということです。カーボンファイバー使っているのはすごいですね。そしてスマートウォッチ機能はですね、武骨なH2000 に対しましてより削ぎ落としてお値段を下げているということになりますが、全部でですね4種類の運動計測に対応しているということです。ランニング、ウォーキング、ジムワークアウト、そしてインターバルタイマーと4つに絞っているので、これだけで十分だよっていう方も少ないかなという気はしますけども、個人的にはウォーキングさえ対応していればいいのかなと思っています。そしてランニングとウォーキングの情報は距離、速度、タイム、そしてペースですね。また心拍数、消費カロリーの計測ができるようです。またジム、ワークアウト、インターバルトレーニングに関しましては、そのタイム、そして心拍数、消費カロリーというふうになっています。そして G スクワット H2000 シリーズと同様のように、北欧の会社でありますポラールの技術が採用されています。ランニングインデックスやカーディオ負荷、そしてエナジーユーズド、またカーディオ負荷ステータス、ナイトリーリチャージということで、この辺はカシオ独自でやっているわけではなく、ポラールから技術を共有してもらって、そのシステムがね、アプリ上で確認できるようになっているようです。そして毎日の健康管理に役立つウォッチモードということで、ライフログになります。加速度センサーを使った行動解析で、歩行や走行、自転車、それ以外の動作、静止を判別、ライフログとして記録されるので、日々の活動量を把握できますよとあります。まず歩数計ですね。そしてカロリー消費が主にあると思います。また呼吸エクササイズということですけども、安定した深呼吸のリズムをアニメーション表示でガイドということで、マインドフルネスのようなね、アプリも搭載されているようです。そして血中酸素レベル計測もできるようになっています。光学式心拍センサーで血液中に取り込まれた酸素レベルを計測しますということですね。ただし注意事項がありますが、医療用ではありませんよということがね、ざっくりと書かれています。そしてまたポラールの技術になりますが、目標設定や進捗管理を簡単にアプリ連携機能ということで、マイページ、そしてライフログですね、ナイトリリチャージ、アクティビティログということで、様々なポラール技術を使ったデータの集計管理ができるようになっています。そしてアクティビティログのとここを見てみますと、移動ルートのとこにスマートフォン連携による GPS 補足時のみとありますので、やはりですね GPS を内蔵していませんので、単体で歩いても地図上にマッピングというのはできないんじゃないかなと思います。やはりアプリを連携してある状態でスマホとこちらの G-SHOCK を共に持ってウォーキングやランニングなどをするということになると思います。
そしてですね、これ意外な点になりますけども、ソーラーアシスト充電が内蔵されています。これ省かれてなかったんですね。すごい嬉しいですね。心拍数などのトレーニング機能や通知、歩数計測などのスマート機能には USB 充電で対応しますとあります。そして充電量が少なくなっても時刻表示はソーラー充電のみで駆動しますとあります。ここによく見るとソーラーパワードって書いてありますので、全ての機能をソーラー充電で動かすことはできませんが、最低限の情報になりますね。時刻表示とかありますけども、時刻表示だけであれば太陽光で充電することができるということです。やっぱりバッテリーがなくなって全て時計すらわからないっていうのは屋外にいると心配な時ありますけど、太陽光さえあれば時計が表示されるっていうのはすごくいいですね。そして暗い場所でも見やすいスーパーイルミネーター搭載ということで、高輝度なフルオート LED バックライトが搭載されているということです。ちなみにこの MIP 液晶っていうのが搭載されているんですが、太陽光や屋内でもね、めちゃめちゃ視認性の高い液晶ディスプレイになっています。そしてその他の機能としましては、自動時刻補正が入っています。300都市のワールドタイム機能、またこのあたりはスマートウォッチの機能ですね。通知機能、電話着信やメール受信、 SNS の新着、カレンダー通知、リマインダー通知ができるようになっています。またアプリと連携しているという関係上、スマートフォンを探す機能もついていますね。そしてその他の詳細スペックになりますけども、当然ながら対衝撃構造になっているわけです。また20気圧防水にもなっています。そしてアルマナックですね。日の出、日の入り時刻、月齢が分かるようになっています。そしてスマートウォッチ機能ということで機内モードも搭載されています。日常的によく使うストップウォッチやタイマー、また時刻アラーム4つ設定ができるようですね。またバイブも搭載されているようです。ちなみにカラーバリエーションはいくつかありまして、このブラックのモデル、そしてこのグリーンでしょうかね、またベゼルがシルバーになっているモデル、またねブルーのメタリック調になっているもの、そしてこちらがね特別仕様のモデルになっていて、このカバーを交換できるようですね。こういったモデルもあります。ちなみにお値段になりますが、この DWH5601JR というね、このブラックモデルになりますが、メーカー希望小売価格は 41,800 円となっています。とはいえ、めちゃめちゃかっこいいですし、そして高機能ですし、待望のね、このスクエア型になっています。個人的にはもうちょっとね、ドンピシャリになっているんですけども、いやー、これはね、ちょっと考えたいなと思います。めちゃめちゃかっこいいですね。デザインがね、いろいろこのホームページの方出ていますけども、この特に背面のね、この武骨な感じもいいですね。そして装着のイメージも出ていますが、スポーツしている時や、またカジュアルな感じの装着具合もありますし、ハードなワークアウトをやっている時も武骨な感じがね、すごくいいですよね。というわけで今回 G-SHOCK ブランドの G スクワット DWH5600 をご紹介しました。待望のこの角型デザインですね。いやー、いいですね。スマートウォッチ機能も搭載されてるということで、ますますね、G-SHOCK が本当海外でも人気あるんですけども、日本でもね、盛り上がってほしいなと思います。個人的にはちょっと使ってみたいなと思いますけどね、お値段が結構しますので、少しお財布と相談してみたいと思います。というわけで、本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。